はい、こんにちは。ひろこパンのひろこです。今日はスープなんですけど、一応デトックススープって呼んでるんですけど、押し麦を使った、スープを作ります。白いスープなんですけど、押し麦とあときのこ類と使ってるんですけど、押し麦ってダイエット食とかでも人気ですよね。食物繊維がたっぷり含まれてるので、例えば白米に混ぜて炊いたりとかっていうのが手軽に取る取り方なんですけど、もちろんそういった取り方もあるし、今日紹介するようなスープでも手軽に取ることができるので、ぜひお試しください。今日の材料です。はい、早速作っていきます。まずお野菜類の準備なんですが、えのきと長芋、玉ねぎは食べやすいサイズにカットします。私そのままでもいいけど、えのき半分に切ってあって、長芋は短冊切りかな。で玉ねぎはスライスしてある感じで、入れていきます。はい、ちょっとえのきだけ少しこうやってやりますね。はい、次に押し麦なんですけども、押し麦でもいいし、もち麦っていう形で売ってるところもあって、厳密にはちょっと違うんですけども、でも同じく大麦をこうやってしてあるやつには変わらないし、大麦なんで食物繊維たっぷりで、とてもいいのでどちらでも選んでください。お米のコーナーとかに置いてありますね。で食物繊維が豊富なので、ダイエット食とか腸活されてる方とかよく使ってらっしゃると思うんですけど、これ入れるだけでなんかこうなんですかね、プチプチ美味しいスープに仕上がってお腹も膨れるし、いいと思います。はい、でこれを大さじ5入ります。はい、で次に白だしを小さじ1。はい、そしてお水を 600cc 入れて、塩麹またはお塩を使うんですけど、最後にそれは具材が柔らかくなってから最後に入れたいと思います。はい、蓋をして、中強火8で、沸くまで待って、沸いたらそこから弱火3ぐらいで10分ぐらい煮込んでいきたいと思います。はい、10分経ちました。開けますね。じゃーん。よし。一応こんな感じで火が通ってれば OK なので、ここに最後に私のおすすめは塩麹です。で塩麹じゃなくても塩でもいいんですけど、塩麹だったら大さじ1、お塩だったらどうかな、お塩だったら小さじお塩だったら小さじ 1.5 ぐらいでもいいかな。はい、で混ぜて、これでもう出来上がりなんですけど、その塩加減を味見して整えて、OK になります。美味しい。薄味がいいかもしれない。でおすすめは塩麹って言ったんですけど、やっぱり塩麹ちょっと冷蔵庫にあるといい感じですね。お塩の代わりに何でも入れれるので、ぜひぜひ使ってみてください。はい、出来上がりです。はい、押し麦を使ったデトックススープ出来上がりました。もう入れて煮込むだけなのでとっても簡単だったんですけど、ちょっとしたアイデアになるかなと思って今日はちょっと紹介してみてます。じゃあいただきます。美味しい。このなんだろう、押し麦食べたことありますか？ちょっともちもちというかプチッとしたこの食感がすごく美味しくて、
いいんですよ。で私長芋とかも好きでこの組み合わせ最高なんですけど、今夏場ねちょっとがっつりしたものとかよく食べがちで胃腸も疲れてきたりとかしてると思うのでちょっとデトックスするような意味合いで今日ご紹介したんですけど、ちょっと食物繊維がすごく豊富でいきなり大量にそればっかり食べてしまうとあんまり良くないこともあるかもしれないですけど、バランスいい量をとっていくととっても良い体に微腸にいいっていう風によく言われてダイエット食にもなっているので、ぜひぜひ利用してもらいたいのと、あとは、今日塩麹も入れました。でお塩でもいいです、ない方はただ私のおすすめは塩麹で発酵調味料が私好きなんですけど、もちろん醤油とかお味噌とかもその一つでもあるんですけどでお塩、私手作りで塩麹作ってるんですけども、自然塩を使ったそして米麹私はお世話になってるところが有機栽培されてるお米で米麹を作ってらっしゃるのでそういった形で自分の安心して使える調味料で腸活をしていけるのって幸せだなって思うんですけど、塩麹は本当にお塩の代わりみたいな形で使えるので、今日みたいにお塩の代わりに塩麹スープに、そして炒め物でも塩コショウしてるところを塩麹と胡椒にするとかっていうだけでもすごい麹の甘みがすごいいい仕事をしてくれてコクが出たり味に深みが出るのですごく美味しく仕上がります。はい、なので、もう何年も前から発酵食とか腸活とか言われてるので利用されてる方もたくさんいると思うんですけど、ちょっと麹ってとはいえちょっと手が届かないわとか、なんかどうやって使ってるかわからないわっていう方はぜひ今日の動画を参考にしてみてもらえたらいいなと思います。押し麦と塩麹ぜひ使ってみてもらえたら嬉しいです。はい、ということでひろこパンは Twitter、Instagram、TikTok やってます。Twitter は日頃の私1日1、2回つぶやいていて今日の出来事みたいなことをつぶやいていたり、あと Instagram はYouTube でやってるレシピの文字起こしして書いて出したりもしてるし、あとショート動画 YouTube 見てる時間ないわっていう方にショート動画見ることもできるし、同様に TikTok の方でもそうですね、レシピ動画もあるし、ちょっとお料理にちなんだ面白い動画とか作ったりとかしてるので、それぞれぜひぜひフォローしてもらえたら大変嬉しいです。そしてオンライン料理教室も始めましたので、概要欄の方からぜひ覗いてみてください。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。